こんにちは、アンナスです。今日は、大きな図案、例えば白雪姫の大きな刺繍枠の図案とか、最近私だんだん図案が大きくなってきてるんですけど、そういう大きい図案を初心者の方が刺繍したいんですけどいいですかっていう質問があったので答えようと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、ちょっとうちにある大きめの図案を持ってきました。この白雪姫は刺繍キットでしか売ってないので本には載ってないんですけど、結構これやりたいって言ってくださる方が多いので、なんか刺繍やったことない方がこれすごい気に入ってくださって、この刺繍初心者でいきなりやっても大丈夫ですかっていうお問い合わせをよくいただくんですけど、やって OK ですやりたい方はぜひやってください。で、なんかこう何をやっていいのかよくわからない、とりあえず刺繍やってみたいけど、どれでもいいけどこれにしようかなぐらいの人だったら、ちょっとちっちゃいやつ、例えばなんかこううさぎだけみたいな図案とか、もうちょっとちっちゃいものを選ぶといいと思います。なので、大きい図案のものは皆さんどんどんやりたいなっていう気持ちがあるんであれば、もうどんどんやってください。ただそこまで熱意はないけど、なんかやってみようかなぐらいの感じの方だったら、ちっちゃいものから始めるっていうのは、初心者の方は図案選ぶときにはもうそこが一番のポイントになります。でこれとかね、やっぱり1個作れば毎年飾れるので、これ和の刺繍の図案なんですけど、この本ですね。この本のこれもまあまあ大きいんですよね、図案が。で一個一個はちっちゃいので、頑張ればできます。ただすごい時間はかかります。私でもやっぱりこの一つのモチーフで1時間半とか、複雑なもの、このうさぎとかだったらすぐできますけど、それで考えると、これで普通ブローチサイズで2時間ぐらいって考えてください。ブローチサイズだとこれですね。ブローチだとこの複雑性にもよりますけど、だいたい2時間半3時間ぐらいで考えてもらって、このサイズで2時間でしょ、これ2時間で計算して何個ある、12個あるで、お花もいっぱいあるみたいな感じで、面積かける、このブローチサイズかける面積で計算すると、ざっと考えて20時間とかね、10何時間とかになりますよねっていう、それぐらいはかかりますよっていう話です。なので、そんなにちょっと難しそうだなっていう場合は、さっきみたいなちっちゃい図案をちょこちょこやっていくといいと思います。なので、もうすごくこの刺繍やりたい、別に私の図案じゃなくてもどの世界中のいろんな図案があると思うんですけど、これがいいって思った方はもう練習とかしなくていいですそんな他のものをまずやってからこっちとかしなくても、いきなりもう取り掛かっていいと思います。それはやっぱりその時にしか刺繍に出てこない味みたいなのがあって、私もそうなんですけど、初心者の時に刺繍下手くそなんですけど、下手くそながらのその下手馬みたいな、その時にすごく頑張って一生懸命作ったなっていうその思い出と、あと味みたいな、今ね同じものを再現しようと思ってもうまくなりすぎてて、もうその絶妙なうまいのとうまくないのとの間の感じはね、もう出せないんですよね。ちょっとやっぱたくさん刺繍しすぎてうまくなりすぎたのでだからやっぱりその最初の時の絶妙なバランスの熱意のある作品っていうのはとてもいいなと思うんで、皆さん初心者の方ぜひやりたいものがあればどんどんチャレンジしていかれたらいいんじゃないかと思います。そうでもない方はちっちゃいのからやるのが無難かなっていうことです。以上です。
いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。